こんにちは姉のもしこだぜー。こんにちは姉のもしえだぜ。ゆっくりか。今回は弟が見た病棟の人間ドラマの一部をお伝えします。1、担当看護師。地域医療センターからドクターヘリで搬送されて整形外科病棟の個室に入りました。肺炎に罹患していて、高熱と胸の痛みで、一呼吸が苦しい状態でした。個室に移送されてからは目を閉じていました。すぐに看護師さん3人くらいで、誰かの悪口を言っているのが聞こえてきました。指示を出していないとか、人員の配置がおかしい、などという話です。リーダーや担当医のことだと思います。弟は目を閉じながら、やばい病院に来てしまったと思ったのでした。その時の悪口の発生源は弟の担当看護師だったのです。彼女は25、6歳に見えました。入院に際しての注意事項などを丁寧に説明するのですが、どこか機械的で忙しいというオーラを出していました。緊急入院対応というのは、看護師さんの仕事の中でも割り込み仕事で、避けたい業務の一つだそうです。ですからブツブツ文句を言っていたのでしょう。退院まで好きになれない看護師さんの一人でした。相性の合う合わないはあるものです。なんで怒るの？二人目は着物が似合いそうなベテラン看護師さんで、たまたま機嫌が悪かったのか、体に取り付けられているコードや管類が、ごちゃごちゃに絡まっているのを怒られました。なんでこんなになってるんだろうと。弟に言われても答えようがありません。画像はその時のもので、点滴類が4本。その他心電図、パルスオキシメーター。足には血栓防止のフットポンプ。インドからはカテーテルが伸びています。一番気に触ったのがスマホの充電コードでしょう。さすがに全部が干渉していたら、私もイライラします。その後、着物看護師さんとはとても仲良くなり、看護実習の頃って2年前くらいですよね、と。冗談を言うと、そうそうと笑って乗ってくれる。面白いお姉さんだとわかりました。ナースコール対応も着物看護師さんだと、予伝書のように機材を持ってきていて1回でことが済むのでした。他の看護師さんは伺いに来てそれから戻って機材を取りに行くので往復回数が増えます。着物看護師さんはナースコールだけで痛み止め、アイスノン、点滴交換、おむつ交換などを予知してくるのです。ナースステーションから片道だけで対応できるのです。だから余裕もできて冗談が言い合えるのだと思います。着物看護師さんとは家族の話や時代ネタで楽しく会話していました。3、病棟クラークさん。見た目がリスで風貌が中学生かと思うほど毒されていないというか幼く見えるのです。ですが、表情の筋肉を使うことを忘れたのか、ほとんど無表情で、周王朝の皇帝周マル平のようでした。気になってクラークの求人を調べてみたら、まず派遣で時給1100円という安さに驚きます。月に 20.4 日の出勤で総支給額が17万9520円。社会保険料、アパート暮らしなら家賃、水光熱費、補填、ローンなどを引いたら、手元に残る金額は考えたくなくなります。ナースステーションの一角で働き、他部署と患者、医師やナースとの板挟みで、いつの間にか表情が周丸平になってしまったのでしょうか。重症の弟ですら気の毒になるのでした。4、ゴルフ始めました。病棟は40床で、看護師は AB2 チームあり、弟の担当は A チームでした。ある日の午前3時にナースコールを押して、対応したのが別チームのゴルフ看護師でした。紙おむつ交換の依頼で、内容はお尻に付着感があり、ちぎったかもしれないので、恥ずかしいけど、
確認と正式をお願いしたかったのですが、ゴルフ看護師はライトを持っていなかったのです。異常なしということで紙おむつを閉じました。彼女からは面倒くさいオーラが強烈に出ていて、とても頼みづらい雰囲気でした。後日ゴルフ看護師が同じチーム担当のモテ患者に、ゴルフコースデビューしたんですよと発表していました。どうせ、はしゃいでグリーンを走って怒られるやつだろうと思ったのでした。ゴルフ看護師とは最後まで打ち解けることもありませんでした。5、看護助手、ナースエイド。離職率が低いのか、ベテランさんはいました。弟の知る限りでは、病棟に昼3人、夜1人という配置だったようです。いつも笑顔で明るいボブの丸さん。4床の病室でもノックして入るレディ正しい筆さん。何事にもプラスアルファで対応してくれる四角さん。カレーを振ってきて笑わしてくれる星さん。彼女たちは、主に食事の配膳とで病室の管理、医療廃棄物の整理、夜は尿の回収など、業務内容はとても広くハードで飛び入り仕事も多いとか、年々看護師から仕事を増やされると、ぼやいていました。そんな話を聞くと、患者の見えないところでの苦労があるのだと、弟は思ったのでした。その他に、弟に関わる人たちは、担当医師、病棟薬剤師、病棟栄養士、呼吸器科医師、レントゲン技師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、看護師修正さん、売店のお姉さん、入院必需品のレンタル業者さん、クリーンスタッフさん、窓の小鳥さん、数多くの方にお世話になります。嫌な思いをすることもありますが、医療現場を担っている尊い志の人たちだと思っています。この場を借りて感謝申し上げます。さて、次回は病室の人間ドラマの一端をお伝えします。最後までご視聴ありがとうございました。いいねとチャンネル登録お願いします。